皆さんこんにちは、こたつマニアです。今回は、セルマスクツールで指定して、ギズモで変形。アイアンマンのマスクを、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。この球体を、リメッシュして始めます。今回、解像度はすべて、500に統一しますよ。ギズモのポイントをドラッグして変形させます。視点を横に切り替えて作業を進めますよ。この画面の右は後頭部、左が顔となります。それでは、セルマスクツールの多角形を選択して、横から見た顔のラインを選択していきますね。ポイントをタップして黒くすると、直線に変更できます。ライン上をタップして、ポイントを増やして顎のラインを作ります。形が決まったら、緑色のポイントをタップしてマスクを指定します。指定範囲は必要なくなったので、左側、リセットで削除します。マスクで指定した部分は、形を保ったままで編集できますので、ギズモを使って後頭部を編集します。矢印の先のポイントをドラッグして大きさを変更。そして矢印をドラッグして、位置を変更します。編集後、マスクの削除は、すべてクリアをタップ。再びオブジェクトを、リメッシュします。マスクで変形した後、重なるようにマスクを使用すると、不自然な指定範囲ができてしまいます。これは、リメッシュすることで解決します。マスク編集後は、リメッシュ。これを繰り返して作業を進めます。後頭部に、マスクを使って段差を編集します。選択範囲は、ドラッグして移動することが可能です。選択範囲を残す場合は、マスクツールに切り替えて編集します。オブジェクト以外をタップすれば、指定範囲が反転しますよ。再びセルマスクツールを選択すれば、選択範囲が表示されます。視点を正面に変更してサイドを編集。左右対称なので、上部、対称マスクをオンにします。再び側面に切り替えて、顎のラインを編集してみますよ。ドラッグツールで、頬から顎のラインを編集してみます。頬をマスクで指定して、ギズモのオレンジ色のラインをドラッグ。縮小して移動させ、凹凸で表情をつけてみますよ。また大きくマスク指定して、顔のバランスを編集します。正面から、ドラッグツールで頬骨のようなラインを作ります。
側面から額の部分を編集。額の段差を参考に目を作ってみますね。セルマスクはオブジェクトを貫通しちゃいますので、左のマスク解除をタップして指定。不要な部分を削除しますよ。首の部分をマスクで編集します。貫通した部分は削除。ギズモを使って中へ押し込んでみます。だいたい形が決まりましたので、スムーズツールでエッジを滑らかにしてみますね。丸みのある印象に変化しますので、お好みで使ってください。再びマスクツールで形を付け加えます。耳の部分はマスクの円が便利です。形ができましたので、ヘルメットみたいに中をくり抜きますよ。首の穴をマスクで指定して反転します。上部、設定セルマスクから高さを指定。今回は 0.015 としてみます。下へスクロールして浮き出しをタップ。シーンを開いて、元のオブジェクトを削除します。これでオブジェクトの中は空洞になりました。横の視点に切り替えて、顔のパーツを切り離しますよ。分割ツールの多角形で指定していきます。使い方はセルマスク指定と同様です。切り離したパーツをさらに細かく切り離しますよ。正面から顔の形を作ります。株からグリッドを表示すると便利です。切り離した小さなパーツは、後頭部と一体化させます。シーンを開いて、組み合わせたいパーツをチェックして、リメッシュします。切り離した顔のパーツを編集。小さな隙間でアウトラインを作ります。耳当てを作ります。シーンを選択して、追加をタップ。円柱を選択します。
上部ミラーをタップして、ギズモで配置します。オレンジ色のポイントをドラッグして、半径を編集。面を滑らかにしてみます。上部3点リーダーをタップ。プリミティブのポスト分割を2に変更。オブジェクトをリメッシュした後、マスクで編集します。お好みで細部の編集を加えて完成となります。マスクツールを多用して作る、マスクはいかがでしたか？このアプリで組み立てることが可能な、ほんの一つの作例です。お粗末様でした。